本当、あの濁ったかけらから生まれた世界とは思えないわ。ここまでいろいろあったからなんだか感慨深いです。特にあのかけらの中じゃ大変だったしね。でかいのに追い回されたりな。あれは二度とごめんだ。それに大輝くんとお兄さんがちゃんと話し合えるまで時間がかかったかな。でも結果的には丸く収まったからよかったわ。思いがこうして形にもなったわけだし、それもこれもメイコが踏ん張ってくれたおかげね。ほら、あの時メイコがモンスターの近くで思いを聞き取ってくれたでしょ。あれがあったからとしきくんが抱えてるものが分かったし、私たちも動くことができたんだから。メイコさんが粘ってくれなかったらあの二人は仲直りできなかったと思う。って言ってもあんなこともう絶対しないでよ。一歩間違えたらあのモンスターに食われてるとこっすよ。でもまあ確かにそうですけど。かけらの世界にまた入れるかどうかもわからなかったもんね。入れたとしてもあんな化け物がうようよしてるんじゃうまくいくとは限らないしね。でも見てるこっちの心臓に悪いってば。ねえ、もしかしてこっちのミクたちもあんな風に思い切りがいい感じなの？おいおい。でもさすがにカイトさんとルカさんは無茶しないんじゃ。そうね。その感じはちょっと想像できるわね。っていうか結局みんな無茶する感じなんだ。でもメイコ、それにだからそれを言われちゃうともうこっちもあんまり言えなくなっちゃうじゃない。でもそうしてもらえると助かります。ね。ええ、もちろんよ。まずはそうね、アキトくんがとしきくんの話を聞いたところから話そうかしら。